どうもこえです。僕は今東京国際クルーズターミナルに来ています。今日は人生で初めてクルーズ船に乗船します。クルーズ船はねちょっとお高いイメージがあって僕には縁のないものだろうなというふうに思っていたんですけど、世界中にはいろんなクルーズ船があって比較的リーズナブルに乗ることができる船もあるんですよね。それが今回乗る後ろにもちょっと見えていますけど、コスタセレーナという船です。もう今回は僕にとっても人生で初めての旅行体験ということで、乗ってどんな感情になるのか本当にワクワクしてます。クルーズ船ってどうなのちょっと気になっているという方は一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。では行ってみましょう。さあこれから目の前にある船に乗り込むわけですが、ここがまさに東京国際ターミナル。ターミナルが見た感じこれ結構新しいですよね。そしてその後ろに少し隠れているのが今回乗るコスタセレーナ、イタリアのクルーズ船ですね。その辺船の細かい説明はちょっと向こう側に行ってからにしましょうか。ここの港までのアクセスは真後ろに東京国際ターミナル駅というゆりかもめの駅があるので、今回羽田空港から来たんですけどだいたい1時間ぐらいかかりました。真上に飛行機も飛んでますけどね、実は今回来る途中まさに飛行機で羽田に着陸するときにコスタセレーナがここ東京港に向かっているシーンを見ることができたんですよね。別に狙ってなくてたまたまだったんで、今回は船もウェルカムと僕を迎え入れてくれてるのを感じてますよ。今日は快晴ですしね。はい、近くまでやってきたんですけど、コスタセレーナと右下のところに書いていますね。で上には各国の国旗がちらっと並んでいて、ここの今真ん中あたりにはちょっと風でなびいてますけどね、日本の国旗がありますね。クルーズ船は世界中いろんな都市の港を寄りながら旅行を楽しむということが実現できるわけですね。船内のラグジュアリーな滞在を楽しみながら。で今回はここの東京港を出発して鹿児島港を経由して韓国まで行く予定です。はい、では目の前のターミナルから中に入って乗船手続きをしようと思いますが、ここ左手に荷物を預けるところがあって、ここで大きい荷物を預けて客室まで届けてもらえるんですよね。なんで大きいスーツケースと一緒に船に乗り込む必要はないということです。ちょっと分かりにくいですけどね、これ荷物を預ける場所が。荷物は事前に搭乗券とこの荷物タグが送られてきていたので、これを荷物に取り付けて預けるという感じでした。で3階に登ってきたらこんな感じでたくさんの待合用の椅子が並べられています。いやたくさんの人がこれから乗り込むわけですね。でこんな番号がついた札を渡されたんで、この番号が呼ばれたらチェックインができると言われました。乗船までちょっと待ち時間があるんで一回外のベランダみたいなところに出てきてみたんですけど、目の前に見えているこれがコスタセレーナ。でかすぎて画角に全部収まりきらないんですよね。すごいわ。これ全長が長さ290メートルあるみたいで、僕他にフェリーの動画出してますけどね、例えば日本最長路線の太平洋フェリーは全長190数メートルだったと思うんで、それよりもまた100メートルもでかい船なんで、やっぱクルーズ船は規模が大きいわ。客室数がここに1500室あって、最大なんと3780名が乗れる船です。そして24番順番が来たのでこれから乗り込みます。今日は20時に出発なんですけど、1時間前にはクルーズ船は乗船完了している必要があります。3時間以上前ぐらいには来といた方がいいと思いますね。せっかくだから早めに乗り込んで中を満喫したいですしね。はい、パスポートチェックとセキュリティチェックを終えて外にまた出てきました。いつもは飛行機でねこのパスポートチェックしてもらうんですごい不思議な感じですけど、人生で初めて船で日本を出ました。で目の前にさっき見たコスタセレーナがズドンと、いやーテンション上がってきましたね。こっち側左手にボーディングブリッジがあるんでここを渡って入ります。さあ初めてのクルーズ旅の始まりです。今回このコスタセレーナに乗ることを決める前は、クルーズ船はお金持ちで時間に余裕がある人が行くものと、ほとんどの日本人が持つ誤った偏見を僕も持ってました。実はクルーズ船というのはクラスが3つに分かれていて、それがカジュアル客船、プレミアム客船、ラグジュアリー客船の3つです。ラグジュアリー客船はもちろん高いですが、
最もリーズナブルなカジュアル客船はなんと時期や場所によっては1泊1万円台から乗ることができるんですよね。そして世界中のクルーズ船はこのカジュアル客船が 7-80% を占めているのですが、ほとんどの日本人はそのことを知らないんですね。日本で最も有名なクルーズ船であろう飛鳥や日本丸などがラグジュアリー客船であり、それらの情報ばかりが先行していることもクルーズ船イコール高いと思われている原因の一つでしょう。今回乗るコスタクルーズ、そして日本でも最近有名になってきた MSC はカジュアル客船。僕らが思っている以上にリーズナブルな料金で乗ることができます。料金の詳しい紹介は客室に入ってから行いますね。はい、で乗船前にねパスポートを今渡して預けてから乗るんですね。ちょっとなんか不安な感じはしますけど、そういうもんなんだな。さあ船の中に入ってきましたけど、この船のコンセプトは海の上のイタリア。今見えているのがエレベーターで、これから上に上がっていくんですけど、ドアがこれすごい特徴的なデザインになっていて、この船はギリシャの神々が祀られている船になっていて、古代ギリシャローマ神話にまつわる神々の偉大さを内装で表現しているとのことです。今回泊まる客室は10階、なんと客室フロアでは最上階のお部屋になります。船の中なのに11階までボタンがあるってすごいな、やっぱクルーズ船は。10階に到着したんですけど、目の前にはこれ、あれイタリア船なのに浮世絵？今日本にいるから期間限定なのかな、これはわかんないですけど。でコスタスレーナは客室の種類がこんな感じで6種類あって、上に行くほどラグジュアリーなんですけど、今回泊まる客室は海側のバルコニー付きのお部屋です。では客室に入ります。入るときはその階にいたスタッフさんに開けてもらって、お部屋の中にこんなカードキーがありました。よし、じゃあ入ります。客室はどんな感じかな。いい感じじゃないですか。これは船の中にもかかわらず、普通のビジネスホテルとかよりも全然広いですね。これ手前側にソファーが右下あって、この下にかなり広々スペースあるんでね、スーツケースもしっかり広げられるだけのスペースがありますね。で、奥にはツインベッドです。このバルコニー付きの客室はツインベッドとキングベッドタイプのお部屋もあるのかな。はい、お部屋自体はすごいシンプルな作りではありますけど、全然快適そうですね、これで。で、やっぱりクルーズ船だったらこのバルコニー付きの客室がいいですよね。ここ出てみると、いやー、バルコニーすごい広々とした空間になってますね。まだ出港してないんで、目の前は海じゃなくて、さっきいたターミナルが見えてます。いや、なんかこうやって上から見てもすごい形してますね、このターミナルは。めっちゃモダンな作り。やっぱりでも10階だから高さがありますね。この東京の高くそびえ立つビル群もここからしっかり見えてますからね。これ目の前はフジテレビですね。お台場が見えていて、左手の方には東京タワーもちらりと見えますかね。小さいですけど、あれがレインボーブリッジかな。いやー、これは出港して景色眺めるのも楽しみだな。そしてこっちにはおなじみのドースコイさんでございます。ついてきました。ドースコイさんの方でもサブチャンネルで出るみたいです。ね、両方楽しんでください。もう紹介の必要はないですね。何回も登場してるんで、人生初クルーズ楽しみましょう。はい、楽しみます。で、もう一回客室に戻ってきて、これはやっぱ2007年のちょっと古い船だから、この辺にはコンセントがないのが少し残念ではありますね。ベッド脇で、ここは鏡があって、テレビも小型ですけどついていて、でテレビの下を開けると、ここはセキュリティボックスがありますね。でその下にはコップやコーヒーカップ、この辺りにはこんな感じでティー類が入ってます。で下には冷蔵庫もついてました。中開けると、結構たくさんこれドリンク入ってますね。セブンアップとかハイネケンとかペプシとか、お水もこれは無料オールインクルーシブになるのかな。でその横、大きな鏡ですね。電子ケトルも真ん中にあって、コンセントは日本のものも使えるのかな。これは USB ポートはこっち左手にありますね。
ここにドライヤーマークがこうやってついてるから分かりやすいですよね。こうドライヤーどこにあんねんっていうのはこれホテルあるあるですよ。小型ですけど備え付けであります。でこっちがクローゼットかな。まず一番右手にバスタオルもありますね。4つ贅沢に置かれていて、これはランドリーか。クルーズ船のランドリー事情気になってる人もいるかもしれませんが、こんな感じで料金表書かれてますね。コインランドリーとか多分ないよね、クルーズ船は。ちょっと高くついちゃうから、これは部屋で洗った方が良さそうだな。で一番下にはこれ室内用のスリップもありますね。でその隣にはハンガー、広々クローゼットがあります。さらに隣にもハンガーがありました。でここの左上、これがエアコンのスイッチになるのかな。なんかちょっと年季を感じますね。さすがに2007年製なんで。でこの扉の先にここが水回りスペースになっています。ブルーの落ち着いた色合いでとっても清潔感がありますね。左手にこれティッシュが置かれてあって、洗面台も一つあって、その他アメニティは歯ブラシとか置かれてない感じかな。こっちの方にはソープはありますけど。で足拭きタオルとか各種タオル、上にはバスタオル、さっきのバスタオルというよりあれか、プールで使う用のタオルかな、青いやつは。でこの客室はバスタブはないですけど、広々シャワールームはついています。日本人にはありがたいハンドタイプのシャワーになってますね。スイートとかだとバスタブがついてるみたいです。この辺温度も数字が書かれていて、すごい調節しやすそうな感じですね。でボディーソープは置いてるけど、シャワーとかコンディショナーは持ってくる必要がありますね。じゃあ今日から4泊この船でゆっくりとクルーズの旅を楽しめるということでワクワクしますね。で料金なんですけど、冒頭でコスパのいいクルーズ船と言ったんで、どんなもんじゃいと気になっている人も多いと思います。最もリーズナブルな客室タイプであれば、なんとビュッフェのレストラン、つまり食事代も込み込みで1人だいたい10万円ぐらいで4泊5日のクルーズ船を楽しむことができます。1泊換算するとだから2万5000円ぐらいっていうのを考えると、これはコスパがいいって言えるんじゃないですかね。移動しながら、しかもラグジュアリーなクルーズ旅を楽しめて、さらにお食事もインクルーシブですからね。その辺はね、この後レストランとかパブリックスペースとか見てどれだけ豪華かはわかると思うんですけど、調べた感じだとね、1名でも予約できるっぽかったですね。内側の小さいお部屋とかで1人でも気兼ねなく泊まれそうなお部屋があるみたいです。日本人が思ってるほどクルーズ船ってそんな敷居高く考えなくていいよっていう風に乗る前にとある人に言われたんですけどね、本当にそうなのか、この後の動画見て皆さん決めていただければと思います。で内側のお部屋以外にも海側でバルコニーがついてないタイプとかだったら13万円とか14万円ぐらいで、今回泊まっているここのバルコニー付きのお部屋の場合はだいたい20万円ぐらいかかりますね。ただ結構調べたところによると、セールとか割引キャンペーンとかもやってるんで、そういう時に予約すれば最安値で多分6、7万円で乗れたりもするチャンスがあるんじゃないのかなと思うんで、気になる人はね、そういう割引とかセールを逃さないようにアンテナ張ってれば本当にコスパよくクルーズ船乗れるかもしれません。興味を持ったんだけど、じゃあ今コスタセレーナどんな航路予約できるんだよって思った人もいると思うんで、ちょっとだけ画面を見ながら説明しておくと、こんな感じでクルーズ旅みたいに検索するとクルーズ旅情報をまとめてくれているサイトがいくつかあります。どのサイトでもいいんですけど、今僕が見ているのはクルーズプラネットというサイトで、この下にある広告から気になるものを選んでもいいですし、この左上の旅行タイプから探すっていうところで、ここですね、ジパング外国客船日本発着っていうところ、ここを押すとこんな感じで日本発着の外国船が出てきて、コスタセレーナもありますね。これをまた押すと今販売しているコスタセレーナのクルーズ旅が出てきますね。見てわかる通り、今はショートクルーズがたくさん販売されていますね。3日間、4日間、5日間、どれでもいいんですけど、例えばこのお盆の時期ですね、休むことができる人が多いであろう、この石垣島台湾ショートクルーズってやつを押してみると出てきましたね。最もリーズナブルな内側の客室で大人1名2名室利用で10万5600円。4泊5日旅なんで1名あたり2万6400円ですね。これはお盆シーズンなんで料金は少し高めに設定されていますね。
なんで休みを選べる人は、例えばこの9月3日の同じ5日間のショートクルーズであれば、なんと2名1室利用で69,600円、1泊あたり17,400円で行けます。これぐらいの額だったらちょっと行ってみようかなって思いませんか？2泊3日の旅とかもあるんですけど、2泊3日だと寄港地をもし観光するとしたらクルーズ船はあまり楽しめないと思うんで、個人的にはやっぱ4泊5日ぐらいせっかくなら乗った方がいいと思いますね。これはクルーズの乗船代なんで、加えて税金であったりチップであったりがちょっと上乗せされます。その辺は動画後半にクルーズ船に乗り慣れた人に詳しく聞くので、そっちの部分を見てみてください。よし、じゃあこの後夜ディナーまでもうちょっと時間があるので、館内を少しうろついたり、あとはなんかクレジットカードをルームキーに登録したら、そこからはもうそのルームキーだけ持ち歩けばキャッシュレスで船内過ごせるみたいなこと言ってたんで、その登録に行ってみようかな。ちなみに気になる Wi-Fi 設備なんですけど、有料で Wi-Fi の提供がありますね。ここの真ん中にWhatsApp だけ使う場合は1日6ドル、ソーシャルメディア WhatsApp と Instagram が使うことできましたね。LINE はこのソーシャルパッケージだと使えませんでした。で、真ん中のフルパッケージってやつを選ぶと、もうインターネット全般何でも使うことができるということです。1日あたり19ドル。で、その隣の24時間パッケージっていうのは多分 Wi-Fi アクティブの状態が24時間分利用できるという意味だと思うんですけどね。4泊5日にわたってその中で。で、実際にこのフルパッケージ使ってみたんですけど、全然快適に利用できましたね。普通に YouTube の動画とか、もしかしたらちょっと止まる時もあるかもしれませんけど、支障なく利用できましたよ。その辺は日本のフェリーとは違って Wi-Fi 設備しっかりしてました。これは今の時代はめちゃくちゃ大事ですよね、Wi-Fi 設備。今5階にやってきたんですけど、これ左手には時計売り場がありますね。この辺りショッピングも楽しむことができるようになってるんですね。すごいな、ブランド物、きらびやかな雰囲気で、ここが吹き抜け空間になってて、下にはディスコバーのようなエリアがありますね。いや、これはクルーズ船らしい雰囲気だ。で、上を見上げるとこの先に多分プールがあるんですよね。明日とかに行ってみようかな。ここが中央の吹き抜けで、ショップがこんな感じであって、こっちの船の後ろ側の方ですね。この先にバーであったりカジノであったりディスコとか、そういった楽しめる施設がたくさん入ってます。で、ここの5階のエリアにこれですね、クレジットカードをこのルームキーに登録できる機会があるんですよね。で、これでキャッシュレスで船内支払いができるというところで、日本語がありますね。リーダーに近づけてください。こうか。はい、クレカ登録完了したんで、もうこれさえ持ち歩いとけばお部屋の出入りと支払い全部できるっていうことで便利ですね。こんな感じで首にもかけられるようになってるんで。で、こんな感じでマイトゥアーズっていう風に書いているデスクがあって、寄港地でツアーをやってるってことですね。明日、明後日か、明後日鹿児島に到着してこのツアーに参加する予定です。9時から19時。はい、で屋上のデッキですね。12階までちょっとやってきてみたんですけど、今ちょうどいい感じでサンセットが望めていますね。大都市東京のビル群に沈みゆく夕日が綺麗です。やっぱ船旅はね、このサンセット、サンライズ綺麗に望めるんで、それを見るのも一つの醍醐味ですよね。いやー、今日はほんと雲一つないから空がオレンジ色に染まっていって綺麗だ。で、ここにウォータースライダーがありますね。明日一日船の上だから、多分確か晴れると思うんで、晴れたらこれでちょっと遊ぼうかな。いや、ウォータースライダーとか何年ぶりだ、乗るとしたら。で、プールはどこにあるんだろう。これ真ん中はあの屋根の下とかかな。これスライダー降りてきてここで止まる感じなんですね、ドボンじゃなくて。で、この真ん中中央にあるのがプールで、右手がジャグジーになるのかな。ちょっとこの辺は古さを感じるな。この煙突の隣にはフットサルコート、あとはバスケとかもできそうなエリアもあります。船の一番お尻の部分までやってきたんですけど、この下にもこれガラス張りの下にプールがあるっぽいですね。さっきのところと2つプールがあるのかな、2箇所多分。で、デッキから中に入ってきたら
カサノバ、多分イタリアン料理のレストランがありますね。滞在中ここは有料になるけどどっかで行こうかな、せっかくイタリアのクルーズだし。で下に降りてきてみると目の前プールがありますね。それなりの広さがあるプールっていう感じかな。さすがにまだ乗船したばっかりで夕方の時間帯なんで誰も入ってないですけどね。この辺ビーチチェアとかも並べられてますし、船内でリゾート気分味わえそうですね。ここには2つジャグジーもあるし、こっち側までテーブルが続いてて、奥の方にはこれ窓が見えてるんで海の景色をここから眺めることもできそうで、いやーまさにクルーズ船という感じでテンション上がりますね、この空間で。このプールの横が多分ここがビュッフェレストランだと思うんですよね。乗船したらインクルーシブのお料理がいただけるエリア、両サイドにプールがあって、その真ん中がダイニングのエリアになっていて、この一番下が9階のエリアでオールインクルーシブのビュッフェのエリアですね。で2階のここの部分が一応イタリアンピッツァをいただけるところになってるんですけど、下のビュッフェが閉まった時間帯とかでも空いていて、軽食いただけるようになってるみたいです。一日中どこででもご飯をいただけるような環境が整ってるってことですね。で一番上がミュシュラン星付きのシェフが腕を振るうイタリアンですね。今回どっかのタイミングで行きます。で今のビュッフェのレストラン通り抜けてくると、さっき見ていたこの天井ですね、その下にあるプールですね。こっちの方がより広々とした空間になってるんで、メインプールはこっちでしょうね。奥の方にテレビも見えてるんで、ここでスポーツの試合とかあったらね、パブリックビューイングとか楽しめるんじゃないですか。チェアとか椅子も両サイドに並んでてなかなかいい雰囲気だ。でプールの上にやってくると、これがサッカーじゃないですか、ボードのサッカーで、左手奥には卓球台もあるし、こっちにはアイスホッケーもありますよ。これ楽しそう。どうすこいさんでやろうかな。はい、で出航前にこんな感じでお部屋のライフジャケットを持ってきて、避難訓練じゃないですけどね、それをしなきゃいけないということですね。一旦お部屋に戻ってきて、これからそろそろ19時になるのでメインダイニングでディナーをいただこうと思います。20時出発なんですけどね、これでも出発する時も東京の綺麗な夜景望めそうだな。左奥の方東京タワーライトアップされてるわ。さっきの吹き抜けの1階部分にメインダイニングがあるんですよね。そしてダイニングの目の前にこんな感じで展示品も飾られていて、写真付きのメニューとかがないと思うんで、これはありがたいですよね。ローストビーフとかパスタとか、この辺は前菜がありますね。右下にはデザートも、コース料理をオーダー式で頼むっていう感じっぽいです。でメインダイニングはこんな感じ。とっても広々空間で、色使いもきらびやかで、クルーズ船に乗ってるなっていう気分になってテンションが上がってきますね。ディナーはここの QR コードを読み取る形で、スターター、メインコースで一番下にデザートっていう風にありますね。グレートクラシックっていうものまで、さっき玄関で並んでいたものがここに記されているという感じです。ちなみにドリンクはこんな感じで、カクテル、ノンアルコールとかいろいろあるんですけど、ドリンクは有料になりますね。お水は無料だと思いますけど、カクテルがあったり結構たくさんありますね。ただこの辺のカクテルはバーでいただけるものっていう風に言ってました。スペシャルドリンクとかがありますけど、ここのレストランでは基本的にはこういうカクテル、ノンアルコールカクテルではなくって、シャンパンとか白ワイン、赤ワインをいただくことができるようになってます。あとはビールもこのレストランでいただくことができるっていう風に言ってました。一番下にはソフトドリンクとかフルーツジュースとかもありますね。コーヒーも紅茶も。で最初に注文したのがこれが牛フィレ肉のカルパッチョです。ちょっとイタリアン風。こんな感じでテーブルの上にパンも置かれています。白ワインで乾杯です。どうぞさんとよし。いやー、この船の上で飲むお酒の特別感最高だ。
お肉のカルパッチョってあんまり食べたことがないような気がするな。お魚はよくあるけど、うまい。フィレ肉だから赤身肉のうまみがちゃんと出てて、ちょっとこう生風みたいな感じですよね。薄切りだからバジルとオリーブオイルとチーズの風味もあって間違いない味わい。はい、そして今20時10分頃になって出港しました。東京港をちょっとこう陽気な音楽が流れながら左下東京港を出ています。いやーでもこれね、下見ると本当に大迫力。やっぱり10階以上の建物だからちょっと動画だと伝わりにくいと思うんですけど、いろんなフェリー僕乗ってきましたけど、この迫力はなかったですね。すごい興奮するわ。で目の前には東京の綺麗な夜景広がってます。フェリーだと結構こうターミナルでバイバイっていう風に手振ってくれる人いるんですけどね、あそこ一人心優しい人がね手振ってくれてますよ。ペンライト片手に。このターミナルの奥に通り過ぎていくゆりかもめ、電車の風景もいい味出てますね。一旦この光り輝く摩天楼東京の街とはおさらばです。明日は一日中このクルーズ船を堪能してあさって鹿児島に到着と。いや合計4泊も船の中で過ごしたことなんてないですからね。ここまでワクワクする船旅は初めてだ。そして下にやってきた可愛らしいこのちっちゃな船が大きなクルーズ船が旋回するのを助けてくれるんですよね。フェリーでもよく見る光景です。で次にいただくのはこれガーリックソースのパスタですね。適度にチーズとガーリックの風味がパスタとともに口に広がっていって、ちょっとパスタは固めな感じですね。いやーこれは白ワインと合いますよ。いやーうまい。最後スープはこの卵スープ頼んでみたんですけど、普通に日本人の口に合う卵スープだ。本当に少しだけパクチーと辛みを感じる程度。うまい。そして次のメインはこれメカジキのロール、レーズンと松の実ロールと一緒に、すごい食感がチキンみたいだけど、これ中にこんな感じでぎっしり入ってる。なんかミンチみたいな感じですね。中にぎっしりと身が詰まってて、お野菜とかもまぶされてると思うんですけど、上にトマトソースが乗ってるからちょっと酸味が効いた感じで、まずまずといった感じですね。これはやっぱこういうお魚の創作料理は日本がうまいですね。でもこれはお魚の風味がするから白ワインが絶対うまい。いやーこれは合うね。やっぱり海鮮類に白ワイン最高。そしてデザートもいただきます。これがブラックフォレスト。シンプルに美味しいチョコレートケーキっていう感じですね。生クリームと上のサクサクのチョコレートの食感もいい感じ。いやーでもこの船の中のラグジュアリーな空間でコース料理を食べ放題で食べられるってね、この非日常感はなかなか他で味わえないですよね。人生初体験ですよ。でお酒も飲むと本当に優雅な空間に浸れますね。いや1日目からすごいこの空間で満足度が高いです。ご飯を食べたらここシアタールームで何かショーをやってるっぽいですね。夜ショーが行われていたのがここのシアタージョーベというエリアで、船の中にこんな立派なシアターがあることにびっくりしましたね。1350席の3階層にわたるシアターになっていて、クオリティの高い本格的なエンターテイメントショーを船の中で存分に堪能することができます。こんなアクロバティックなショーであったり、これはちょっとエキゾチックなラテン系のダンスですね。タンゴってやつですかね。ちょっとこの辺僕詳しくないんで、詳しい人いたら教えてほしいんですけど、こんなハイテンションなダンスでお客さんと一緒に盛り上がるシーンもありました。食後の夜の時間帯まで楽しませてくれるイベントが盛りだくさんですね。そして中央の吹き抜け
酒のエリアにやってきたら、ここでも皆さん楽しそうに踊っていますね。ここはお酒も飲むことができるんで、これは楽しい夜を過ごすことができそうですね。いやもうここにいるだけで楽しい気分になれますよ。これはこの辺りがね、さっきのショートを含めてクルーズ船の魅力ですよね。その場にいるだけで楽しい気分になれる。で5階にやってきたんですけど、5階にもこうやってバーがあって、こっちの方が下よりはちょっと落ち着いた雰囲気になってますね。大人の雰囲気というか、せっかくなんで一杯なんか飲もうかな。上のビュッフェとプール以外だったら3、4、5階にいろいろ集まってるのかな。せっかく雰囲気がいいんで、もう一杯。これがウイスキークリームバナナコラーダっていう、なんか珍しい美味しそうなんで頼んじゃいました。はい、じゃあどうぞ小井さんと乾杯します。うざす。いやー楽しいわ、クルーズ船。あーうまい普通にうまい。多分ウイスキーが入ってるんだと思うんだけど、全然なんかお酒っぽくないね。ね、クリーミーなココナッツの風味とパイナップルとバナナと、すごい南国のモクテルっていう感じで、なんか外でプールで飲んでもうまそう。これはちなみにお酒はさっき有料とは言ったんですけど、だいたい1日にいくらだったかな、30何ドルぐらい、40ドルぐらいかな、出したら1日中飲み放題っていうパッケージプランがあるんですよね。なんでお酒大好きな人とかだったら、いわば朝昼晩ずっとドリンク飲みまくれるっていうことを考えるとね、それもまたコスパいいっすよね。飲み放題プランだったらもう本当に食べ飲み全然お財布の紐気にせずに思う存分船内をこうやって楽しめるっていうね。いやー初めて乗ったけどね、まだ1日目なんだけど、これはクルーズ船の魅力に気づきますかね。どうぞこさんどうですか、1日目は。めっちゃテンション上がってますこれは非日常だわ。非日常初めてですからね。初めてで、僕も初めてですから。普段ねちょっとこう日常の仕事に疲れてる時とかね、こんな雰囲気になったら楽しい気分になれてね、また次から仕事頑張ろうって思いそうっすよ。でさらに奥までやってくると、ここにはちょっと可愛らしい雰囲気が漂ってるんですけど、ジェラート屋さんがありました。イタリアといえばジェラートですよね。ここでスイーツをいただくこともできるってことですね。ここは有料になりますけど、質の高いものが食べれそうです。で左奥に見えているのがカジノなんですよね。これは日本の領海を出てからじゃないと営業が始まらないみたいです。どっかのタイミングでカジノも行ってみましょう。せっかくなんでジェラートいただきます。めっちゃたくさんフレーバーありますよ。これドスコイさんもこの真ん中の違うわ、トルディラッテってやつを選んだみたいです。Can I getピスタチオ？ピスタチオジェラート美味しいっていう風に聞いたんで楽しみだ。いやうまいですね。めちゃくちゃクリーミーだ。食感が優しいにもかかわらず、味がしっかり濃厚な風味広がっていくからすごい。やっぱイタリアの船だけあってジェラートうまいですね。ほんのりピスタチオの風味も。ちなみにジェラートだけじゃなくて、こんな感じでマカロンやクレープもありますし、各種ケーキもあって、いろんなスイーツが並んでますね、このお店は。で別日にはクレープの上にジェラートをこんな感じで乗せて、また違うテイストで美味しくいただきました。メインのお料理にお酒も飲んでスイーツも楽しめて贅沢ですね。さっき僕らがお酒を飲んでいた場所がパリピ状態になってたんですけど、今度は逆にこっちが落ち着いた雰囲気になってますね。で客室に入ってきたら、ここが郵便ポストみたいになってて、こうやって紙が中に入ってました。あさって鹿児島港でツアーに参加するんですけど、その集合時間が書いてますね。こういう風に船内のお知らせがあったら、このポストに入れてくれてるってことですね、情報を。
で、さらに客室のドアの下にこんな届け物も入ってました。これが明日のスケジュールですね。こんなにたくさん体験があるから、もうね、絶対に1回じゃ体験しきれない。そして船内で退屈することがなさそうですよね、これだったら。まあでもその中でも右下にハイライトっていう風にまとめてくれてるのはありがたいですけどね。オープン時間とかも書いてます。裏面にももう文字ぎっしりで体験が書かれています。でも多分これ毎日こういう紙が届くから、異なるアクティビティが日替わりであるっていうことっすよね。すごいな、クルーズ船。翌朝です。昨日はサンセットを綺麗に見ることができましたが、今朝も綺麗に晴れて、見てくださいよ、この水平線に浮かぶサンライズ。あたかも自分で撮ってるかのように言ってるんですけど、実は昨日は楽しくて夜遅くまで遊んでたんで、サンライズの時間に起きることはできず、一緒に乗船していたインフルエンサー仲間の方に映像をお借りしています。いや、お前ちゃんと仕事しろよっていう感じなんですけど、それぐらいまでにね、ちょっと初めてのクルーズ船が楽しすぎて夜遊んじゃいました。仲間の方々が綺麗に映像を撮ってくださったんで、皆さんに素敵な映像を届けることができています。はい、翌朝です。昨日は夜遅くまで楽しんでたんで、朝はちょっと遅めの8時半頃に起きました。そしてこんな感じで今三重県沖を航行中になりますね。まだ日本の近くに行って、いやー素晴らしい。朝起きたら今日も青空一色広がっていて、奥の方にうっすらと山の影が見えてはいますね。多分あの辺が伊勢志摩から和歌山左手にかけてになるんじゃないでしょうかね。今日も天気良くてね、今まだ春だから暑すぎることもなくて、風もそんなに強く吹いてないから、本当に快適な船旅ですよ。今日も楽しみ。ビュッフェレストラン、日中は窓の向こう側に綺麗に海が見えてめっちゃいい感じだわ。じゃあビュッフェどんなものがあるか見に行ってみます。ビュッフェはまずはこの辺はパンがあります。で、隣にはサラダかな。そしてすごいドーナツとかもありますね。この辺は生ハム、そして白米ももちろんあって、こっち側にはまた小麦粉類ですね。スイーツかな。スフレケーキとかフルーツタルトとか左奥にあります。この辺はホットミール、一番右にチャーハンがあったり、あとは蒸し野菜、そして肉まんみたいなやつ、フレンチトースト一番奥で、ここにも炒め物やゆで卵があって、卵料理は目玉焼きやオムレツもあります。この辺はミューズリーとヨーグルトですかね。すごい色してますけどね、左手ピンク色のヨーグルト。これはすごいね。焼きりんごと、ここはドライフルーツかな。そしてフレッシュフルーツ、スイカやリンゴなどもあります。そして日本人には嬉しい味噌汁もありました。で、こっち側にはお粥ですね。まあアジアの国ではお粥にこういう風にトッピングしていただくっていうのはよくありますよね。あとはお水やオレンジジュース、パイナップルジュース、コーヒーとかももちろんあります。朝食として持ってきましたが、こんな感じです。まあ洋食が中心にはなるんですけど、日本人には嬉しい味噌汁とかもあって、おかずはチキンの炒め物にチャーハンにサラダに焼き野菜、あとは生ハムもね、日本だとこう高いんでたくさん食べられるのが嬉しい。あとは右手にはパン類ですね。フレンチトーストとかクロワッサンとか、卵もゆで卵、フルーツタルト、十分な朝食ですね。これインクルーシブだったら。で、こんな感じで海の景色を眺めながら優雅に朝の朝食です。ビュッフェの質は可もなく不可もなく普通の味ですね。あまり大きな期待はしない方がいいとは思いますけど、朝から海の景色を眺めながらこんなに多種多様なお料理をゆっくりいただけるっていうのは、それだけでも十分幸せで贅沢なことですよ。
朝食終わってルーフトップに来てみたら、昨日はまだ動いてなかったこのウォータースライダーが動いてますね。結構たくさんの人たちが乗って楽しんでるのが見えてます。いやー、やっぱり晴れたらこの屋上のプールで泳いだら気持ちよさそうですね。屋内の方がプールの面積的には広いですけどね、雨が降った時とかはやっぱ屋内しか利用できなくなっちゃうと思うんで、でも明日から曇る予報なんで、この青空を楽しめるのは今日だけだから、お昼ランチ食べた後とかここのプールで泳ごうかな。こっち側左手は大海原広がってます。反対側が太平洋で何も島とかは見えないですけど、こっちはまだ一応日本がある方面なので、ちょっと広角だと見えづらいですけど、うっすらとまだ山々見えてます。今関西ぐらいに来てるのかな。でデッキはパブリックスペースにこんな感じで広々ソファーもあるので、ここに腰掛けて優雅な船旅楽しめます。本当に今日青空が広がっててめちゃくちゃ気持ちいいです。風も強すぎない。デッキだと結構ビューンって風吹いちゃう日もあると思うんですけどね、天候に恵まれております。こんな感じでロースポジションもゆっくりとくつろいでます。気持ちよさそうで、この後はね、今回ちょっとお招きいただいた方から館内の各施設の紹介とかをやってもらえるみたいなんで、多分皆さんにもね、他の客室とかもしかしたらお届けできると思うんでね、楽しみです。さあ、では船内の散策に行きます。ここの吹き抜けの上の階、今5階にいて、吹き抜けエリアから船尾の方に向かっていきます。この反対側、船頭側には昨日夜見に行った大きなシアターがあるっていう位置関係ですね。この先抜けていくと、ここに昨日の夜も来てカクテルを飲んでダンスも楽しんだグランドバーアポロというバーですね。今回の船旅では夜はここでメインイベントが開かれていて、今夜も明日の夜も相当盛り上がるみたいなんで楽しみですね。バーの隣にはマイモーメンツカメラマークがありますけど、こんな場所もありましたね。ルームキーをタッチすると乗船前に撮った写真が見れるのかな。クリック。今顔認証をしたから、それで認証して乗船前に撮った写真をこうやって見ることができるわけですね。で買いたければ買うことができるっていう感じかな。いや、やっぱ綺麗に撮られてますね。これはめっちゃ映えてる写真で、さらに船尾に進んでいったところに、これまた昨日も訪れたジェラート屋さんがあって、日中だとここからも綺麗に海の景色が見えてますね。で、その奥にはカジノがあるんですけど、営業時間中はカジノは撮影禁止だったんで、これはオフィシャルのものをお借りしています。国内だとなかなかやる機会がないカジノもクルーズ船に乗れば楽しむことができるということです。そしてカジノの中にこんなディスコのエリアがありました。中入ると、すごいな、本格的にこれディスコを楽しむことができる広々としたエリアがこんなところにあったとは。昨日もね、夜いろんなところでこうね、音楽奏でて踊ってる人たちいたんですけど、ここはもう深夜までやってるので、本当に夜通しで船の中で楽しむことができるようになってるっていうことですね。で、カジノの奥まで進んでいくと、もう一つルアナラウンジというところがあって、ここもいわばバーのエリアですね。お昼の時間帯は営業はしてないですけど、夜の夕方の時間帯から営業されるみたいで、イベントとかも開催されることがあるみたいですね。右奥の方にはステージもあります。ただ数あるバーの中でもここが比較的一番落ち着いた雰囲気みたいですね。どっかのタイミングで来てみますか。で、ここにはダンスホールというエリアもあって、今ちょっと薄暗くなってますけど、皆さんシアターを楽しんでますね。ここも夜はワインとかがいただけるバーにもなるみたいですよ。いろんな使われ方がするっていうことですね。あとはカラオケとかも夜お願いすればかけて歌うことができるみたいです。みんなの前で。この下にあるのがコース料理をいただけるインクルーシブのレストラン、そしてさっき見た左手がカジノ、真ん中がバー、右手がさっき映画ちょっとやってたダンスホールですね。で、11階にこんな場所もあります。スパのエリアですね。この中にジムとかマッサージ、サウナの施設とかもあるみたいなんで、ちょっと中に入っていきます。で、こんな感じで広々ジムのスペースもありますね。この辺
たくさんの全身を鍛えることができる器具があって、奥の方にはランニングマシンもありますね。いや、普通にエニタイムとかその辺と同じぐらいの充実した器具揃ってるんじゃないですか。で、奥まで進んでいくと海が見えるんで、大海原を航海しながら走ることができるっていうことですね。後でここでも体動かそう。で、有料エリアの中になりますけど、ここがジャグジーのエリアですね。すごい天井までガラス張りの窓になってるから、開放的な気持ちのいい日光が中に入ってきてます。この浴槽の形とかがちょっと西洋風ですよね。イタリアンな感じ。で、ここが岩盤浴ですね。この黄色い椅子に腰掛けるとね、かなりあったかくて体を芯から温めることができます。すごい、ここはミストサウナが入れます。すごい広々とした空間になってて、いい香りも漂ってます。ちなみにスパの利用は1日料金と乗船中すべての期間使い放題っていうプランがあると言ってました。ちょっと詳しい金額は忘れたんですけど、1日だったら確か60ドルぐらいで、使った人に聞いたところによると、マッサージを1回やったら乗船期間中はジャグジーや岩盤浴などスパの施設すべて利用し放題のようです。なんで使いたい方はできるだけ早めに利用するとお得っていうことですね。で、もう一つ、お子様連れで乗船する場合はこの施設は必須かと思いますが、船内にキッズクラブがあるんですよね。3歳以上のお子さんであれば、なんと夜の12時までお子さんを預けることができるんで、夜まで心置きなく遊ぶことができるっていうのは魅力的なんじゃないでしょうか。そして次は泊まっているお部屋以外の客室を見に行きます。で、スイートルームを見せてもらいました。これは僕が泊まってる客室よりも広々とした空間になってて、この壁は鏡になってるからより広々空間に感じますよね。で、ソファーも大きくあって、テーブルあって、で、反対振り返ったところにテレビとか、この辺にはグラスとかが置かれてますね。で、もちろんスイートにもバルコニーがついていて、バルコニーも2倍ぐらいの広さがありますね。素晴らしい。これは素敵な公開楽しめそう。で、こっち側が、パウダールームみたいになってますね。お化粧を整えられるとこがあって、右手タオルとかがあって、水回りは洗面台が2つありますね。これは便利だ。そしてスイートだとやっぱりバスタブがついてます。足を思いっきり伸ばせそうで、ちゃんと深さもこれあるタイプだから、日本人でもこれだったら満足ですね。はい、そしてここがグランドスイート。一番ここがラグジュアリーな客室です。入った瞬間、これ左右ね、テーブルとかもあって、ソファーもさっきよりも2倍の大きさがありますね。これは2人でも思いっきり足を伸ばしてくつろげそうな。そしてベッドが真ん中にキングベッドズドンとあって、あとはクローゼットとかがあって、テレビで、こっち側にまたお化粧台ですね。ここにもシンクがついてますね、この客室は。で、さらにここにもクローゼットかな。で、右手に洗面台2つ、水回りもさっきより大きいですね。バスタブもこうやって仕切ることができるようになっていて、ちょっと幅も大きくなったような感じがします。で、バルコニーももちろんありますよ。ちょっと鍵が閉まってて外に出れなかったんですけど、ここの客室はこれですね、大きなリクライニングチェアがあるからよりくつろげますね、バルコニーで。で、ここが海側ではなく、ちょっとリーズナブルなインサイドの客室ですね。インサイドの中でもプレミアムって書いてたんで、ちょっと広いのかな。ベッドが2つありますね。これがキングベッドであるケースもあるとは思うんですけど、振り返ったところにテーブルがありますね。テレビと。で、玄関のところに水回りがあって、ここは僕が泊まってる客室と同じような感じです。シャワーと洗面台、トイレ。ちなみに今回船内をこうやって事細かに皆さんに紹介できたのは、クルーズ旅の魅力を発信するクルーズイズムのご協力があったからです。僕もこのクルーズイズムのアンバサダーの一人になっていて、クルーズが大好きな情報発信者さんたちがクルーズ旅のブログの記事なども執筆しているので、気になる方はぜひ概要欄から見に行ってみてください。船内を散策していたらあっという間にお昼になったんで、
これから9階のレストランでお昼ご飯いただきます。さあ、お昼もビュッフェでいただきます。まずはパンがあって、さあすごい大きなフライパンにヌードルとお米料理があります。そしてこの辺はお皿に丁寧に盛り付けられたサラダ。こっちの方にも、サラダっぽいやつかな。あとはコールドミルクハムです。ここにはチキンですかね、その場でスライスしてくれてます。でその場でパスタを作ってくれてますね。トマトベースのやつかな。洋食のおかずですかね。グラタンっぽいやつとかポテトやお野菜、中華っぽいのもありますね。麻婆豆腐みたいな。この辺は煮込み、お肉、そしてお魚もあっていい感じ。そしてチーズがあって、この辺はスイーツですかね。朝と同じくフルーツもあります。朝と同じくおかゆと味噌汁もあって、あとはブロッコリーのクリームスープと卵スープもありますね。海藻のドリンクはこんな感じで有料でサービスがあります。朝食もそうでしたけどね。昨日言った通り一定額を払えば一日中飲み放題サービスがあるんで、それを購入してればインクルーシブで飲めるってことですね。お昼から大海原眺めながらお酒飲むのもいいんじゃないですか。普通に美味しいビュッフェっていう感じですね、全体的には。やっぱこれがインクルーシブサービスでとっても自由度が高くていくらでも食べられるっていうのはいいっすよね。なんといっても雰囲気がね、後ろ見えてると思いますけど、大海原航海しながらで天気もいいからね、本当に全く揺れない。もう今もね、船に乗ってることを忘れてまして、全然揺れてないから。でもせっかくなんでね、このインクルーシブのお食事と実際にお金を払って食べるお食事のクオリティがどれぐらい違うかとかね、確かめたいんで、あさってのお昼とかにミシュランシェフのイタリアンとか食べに行こうと思ってます。それも楽しみ。さあお昼ご飯を食べて、これからいい天気なんでプールで一泳ぎしましょうかね。屋上デッキであそこのウォータースライダー行ってみよう。で昨日は閉まってたんですけど、こっちの左手下にあるプールですね、こんな感じで上の天井を上げることができるので、これで昨日は完全にインドアだったプールがちょっと開放的になりますよね。多分風とかが全く吹いてなくて天気がベストなコンディションだったら、この屋根がもっと奥まで開くんだと思います。さあ行こう。いや風景めっちゃいいなこれ。一つも見えてね。 OK GO。 いや速い、めっちゃ速いこれ。スライダー乗るのは子供の時以来かもしれないから、めっちゃ楽しい。うわーこれすごい、意外と速いぞ。うわーどこまで、意外と、おわ高い、海水や。どうでした小屋さめっちゃ楽しいん。ね、楽しいですよね。子供以来の気持ちいい。子供の時以来のね、気持ちいいですよね。最高。はい。非日常。イエーイ。気持ちいいね。ウォータースライダー、これ迫力があって気持ちいいね。スピード結構ブルブルしてるわ。おー、海水これ、海水これ。海水だわこれ。うわすげえ、ここ滑ってきました。どうですか。気持ちよかった。これ海水これ。
海を滑ってる感じかな。気持ちいい、気持ちよかった。いやー、子供ぶりのウォータースライダーめっちゃ楽しかったわ。あれね、海水が使われてましたね。やっぱりここは海だから海のものをそのままこう利用してるんだと思うんですけどね。あれ楽しすぎるからね、多分子供たちはもう何回も何回も乗りたくなると思いますよ。僕も楽しかったんで、この後もう一回滑ろうと思います。いやー、ここ気持ちいいね。気持ちいいわ。気持ちいいね。ウォータースライダーの下のプールのさらに奥のジャグジー。やだわ。ちょっとぬるい感じがちょうどいい。今日はあったかいからね、青空広がってて、ちょっと身を上げてみるとオーシャンビューも見えてます。最高。ああ、いいけどね。選手村をプレーする感じなんでさ、終わるさ。お昼の時間帯、こんな感じでバスケットボールのアクティビティやってます。フットサルとかあったらやりたいな。プールで泳いで遊んでドリンクもいただきましょう。キウイコラーダ注文しました。じゃあお昼過ぎの乾杯です。これラムがお酒のメインですね。それにパイナップルとかキウイのシロップが入ってて、甘みと酸味もあります。いやー、最高すぎる。またここでも綺麗な海を眺めながら優雅ないいです。ちょっとこの陽気な音楽とかも流れながらラテンの雰囲気といいますかね、日本のフェリーとかじゃこれこそ味わえない雰囲気です。どの辺走ってたの？朝起きたら三重県沖でしたよね。そこから四国ぐらいまで行ったかな。今が5時ぐらいで四国だ。四国のだいぶ南を。だから向こう側が高知県ですね。高知県まだ長いから多分夜ぐらいまで高知県沖を航行するだろう。だって明日の朝鹿児島ですからね。そうですよ。まだ九州まで全然確かにかかる。結構ゆっくり進んでますよね。ずっと揺れないな、それでいいですね。天気がいいと。明日とか明後日が雨だからどんな感じか。たまに揺れたらでもあ、そう、船乗ってた。乗り慣れてないとね。そうそうそう。起きた時に船の上だった。忘れてるからなんで。This one juice, and for this one prosecco, and this one rose wine. Rose wine. Yes. No alcohol? No alcohol. Thank you. はい、こんな感じでシアターでこれからなんかカクテルパーティーがあるからこうやって無料のお酒のサービスがあるんですよね。まあ今回はちょっとノンアルにしましたけど、で船長さんとかの挨拶とかがあるみたいですね。で下の階に座れば船長さんと記念撮影とかができるみたいなんですけど、結構混んでたんで上にやってきました。いただきます。いやーうまい。程よく炭酸とフルーティーな香りと酸味があって飲みやすいドリンクだ。いやでもやっぱここのシアタールームは何回来ても雰囲気が最高ですよね。ザ・クルーズ船っていう感じ。It's now the time for our guest relation manager, all the way from Brazil, Mr. Diogo Negrini. Okay, everybody's ready. 1, 2, 3, Italy style, salute!強くやりすぎて。
はい、で今夕方で、もし青空いっぱいこの夕方の時間帯でも晴れていたら綺麗なサンセットを見ることができたと思うんですけどね。海はフェリーで見た時は本当綺麗だったんで、ただ残念ながら明日からちょっと曇り空が広がっていくみたいなんでね。まあでも今日日中は本当に快晴に恵まれてプールで楽しむこともできたんで、まあよしとしましょうか。やっぱ船に乗ったらサンセットサンライズは見れるんだったら見た方がより非日常な雰囲気を堪能できると思うんでね。今夜はステーキハウス、ここは有料になるんですけどね、せっかくクルーズ船に乗ったんで美味しいもの食べたいなと思ってやってきました。なんか内装がちょっと和な感じになってるんですね、ここは。でメニュー見るとそこまで高くないんですよね。まずこのライトっていうコースは33ドルになってて、ライトとは言っても一番上この前菜3品から選ぶことができて、メインコースもニューヨークサーロイン、ニュージーランド産ラムとか牛ヒレ肉とか普通に美味しそうなのがあって、でサイドディッシュもこの3品から1つ選べて、ソースも複数ありますよね。で一番下デザート、これらをチョイスできるのがライトのコースです。で次にフルエクスペリエンスっていうのがあるんですけど、これが43ドル、10ドル分高いんですが、まあ多分品の質が上がるのかな。前菜、メイン、サイドディッシュ、ソース、デザートっていうのは一緒なんで、はい、前菜がこの4種類あって、でメインコースが一番上、牛フィレ、アンガス牛とか品がちょっと変わってますよね。容量も多い気がする。で次にサイドディッシュ、ソース、一番下にデザートがあります。でスペシャルディッシュでこれロブスターとかね、特別なものも追加オーダーできるようになってます。はい、じゃあ今日の夜はちょっとだけ贅沢します。お疲れさんとバイバイ。これは優雅っすねと言いながら目の前の人は編集してますけどねYouTuber 忙しいみたいです。忙しいわ今回はメニューライト注文してみました。まず前菜選んだのがステーキハウススタイルスタッフトゥマッシュルームってやつで、ドスコイさんがクラシックサラダ、これかかってるのブルーチーズソースみたいです。マッシュルームの焼かれた下に黄色いソースがかかってます。うまいですね。香ばしいマッシュルームにチーズとパセリが乗ってるのかな。でこのソースはハニーマスタードのようなほんのり辛みと甘みのある濃厚な感じ。そしてメインディッシュがやってきました。なんとニュージーランド産のラム肉、ラムチョップが豪華に4本もついてますよ。これすごいな。33ドルだったらめっちゃお得感ある気がするけど、普通にラム肉ってやっぱニュージーランド産高いからね。でソースはこれが多分バーベキューソースだな、こっちが。でお野菜もついてて、そしてドースコイさんとシェアします。こっちは牛フィレ肉でございます。エビもガーリック焼きか何かかな、めっちゃ香ばしい匂いがしてうまそう。じゃあフィレ肉からいっちゃいましょうかね。このナイフもねすごい切れ味が良さそうなやつだ。サンボネットって書いてある。すごいこの赤みが中見えてます。
うまいな。もう何よりこの肉厚、めちゃくちゃこれ厚みがありますからね。ミディアムレアっていう感じかな。中が若干こうレアになっていて、しっかり弾力があってお肉のうまみが噛み締めることに広がっていくっていう感じです。この黄色いソースがねちょっと気になるんだわ。いやうまいな。この黄色いソースもうまいですね。でマスタードの甘みとレモン酸味もあってね絶妙。そんなに味も濃すぎないしお肉のうまみを消さない、ちょっとさっぱりする感じがする。これはビールが進む。いやー最高、うますぎ。そしてニュージーランド産のラム肉いっちゃいます。もうこれね岩塩がまぶされてるからほんとこれだけもうまいんだわ。うまっ。これ全然臭みがないね、臭みがないね、ラム肉なのに。うまっ。さすがニュージーランド産だわ。僕ニュージーランドは計多分人生で2ヶ月ぐらいいたことがあるんで、こうスーパーで買ったラム肉買って焼くだけでもめちゃくちゃうまいんですよね。間違いない。本当に品質が高いから。いやーこれうますぎる。トシコさんともう一回乾杯です。めちゃくちゃうまい。最高。これはいいですね。めちゃくちゃ美味しいよこれ。なんかステーキハウスって言ったらもうめっちゃ高いイメージあったけど、33ドルだったら、一緒にハワイに行ったんですよ。それと比べると激安で、やっぱさすがコスタセレーナね。コスパセレーナですねこれは。間違いない。コスパセレーナ。コスパセレーナ。そして最後にデザートジャンドゥーヤっていう風に書いてますけど、ケーキですね多分。トシコイさんはこれ色の通り柚子です。これどんな感じなんだろう。ちょっと断面を見てみると、おおすごい。中に美味しそうなチョコレート。中の生チョコがすごいクリーミーでうまい。あ、これもっと中になんか白いクリーム入ってるわ。バニラクリームですね。全体的にこのチョコレートの味が強いので濃厚な甘さがあって、個人的にはもうちょっとこう酸味を足してくれるとより美味しくなると思うんですけどね。いちごとかね。いやーこれは満足のディナーでした。ございます。そして夕食後は昨日と同じくシアタールームでショーの鑑賞です。お部屋に届いた情報誌にテーマが書かれていて、サポリティ・イタリア。日常生活のあらゆる瞬間に私たちの身の回りにあるあらゆるバリエーションの表現形式としての芸術っていう風に書いてました。今日も本当に本格的なショーで、つい見入ってしまうほどの圧巻のパフォーマンスの連続ですね。表現方法も本当に多種多様で、こんなかっこいいダンスであったり、さっきのテーマで日常生活ってありましたけどね、本当にそれを連想させるようなコミカルな感じのショーもありました。戦場のイタリアっていうことなんで、確かにこうイタリアっぽい雰囲気をこの辺のコミカルなところからも感じることができますよね。いやー2日目も面白かった。で今日の夜もね、昨日の夜来たバーにもう一回来てみたんですけど、今日はかなりたくさんの人たちで盛り上がってるんですよね。なんかパーティーイタリアンナイトっていう特別なダンスや音楽でイタリアの雰囲気を楽しむ日みたいな風に書いてましたね。なんでイタリアの国旗の色を身につけた衣装でこの真ん中でみんなで踊りましょうみたいな感じです。もちろん色そういうのつけてなくてもね、参加はできます。今ドスコイさんも歩いて向こう参加しに行きましたね。昨日のバナナコラードがめっちゃうまかったんでいただきます。いやーやっぱこれめっちゃうまいわ。最高や。日常でなかなかこういう場に来ることがないんでね、なんかねこう毎日日々忙しく生きていると、こうやって夜の時間を楽しんでいる人たちを見るとね、本当に大切なものは何なのかとか考えさせられたりしますね。普段の嫌な悩みとか一切考えずに立ちかけられますね、こういう空気感だと。皆さんもこういう全てを忘れて楽しむひとときをね、たまには作った方がいいですよ。せっかくなんで僕らもこんな感じで参加しています。本当日常で僕らクラブとかに行くことはないんですけど、
当然ダンスも大して踊ることはできませんが、まあでもそれはクルーズ船に乗ってる人のほとんどが別にキレキレのダンスを踊れるわけでもないし、普段から踊り慣れているわけでもないんだろうなっていうのを見たらこれわかると思うんですけど、そういう人たちでも気軽に参加できる雰囲気が出来上がってるっていうのがもう最高ですね。ちょっとこっぱずかしいって思う人もいるかもしれませんけど、上手いとか下手とか関係なく、もうとにかく楽しもうよっていう風にもうみんな思っている雰囲気があるんで、めちゃくちゃ楽しんで、こういうのはね積極的に参加した方が絶対にいいですよ。さっきもちょっと言いましたけど、一応毎晩こういうパーティーではドレスコードといったらちょっと堅苦しいですけど、こういう服装で来ると楽しめますよっていう風に書いてくれてるんで、多分事前にも情報を仕入れることができるとは思いますんで、次回はねそういうのをしっかり見て、その場に溶け込んで楽しめるようにしたいですね。おはようございます。翌朝、クルーズ船3日目です。昨日言った通り今日は悪天候になってます。かなり強く雨が降ってて、今日一日で一番今の時間帯が強く降るみたいです。朝の8時ぐらいなんですけど、本来だったらもう鹿児島港入港してるんで、左手に桜島が見えてるはずなんですけど、もう真っ白で何も見えません。近くに陸があることすらわからないぐらいの状態になっちゃっております。九州に住んでる自分としては、鹿児島をいい天気で観光できなくてもそんなに損した気分にはならないんですけど、外国の方に桜島の素晴らしい景色を見てほしかったな。残念。1日目に夕食を食べた会場で、今日は朝食です。昨日のビュッフェと同じような内容が並んでると思いますね。ここは上にはなかったエッグステーションがありました。オムレツを作ってくれる場所が、下の方がちょっとラグジュアリーな空間で、上はカジュアルな海を眺めながらっていう感じかな。9階のプールのエリアに来てみたんですけど、これ外の景色が今見えてます。ここの港がマリンポート鹿児島っていう港になってるみたいで、なんか見た感じ結構新しそうですよね。でこの右奥の方が鹿児島中央駅、市街地の方面になってますよね。でも公共交通機関がこの辺りは電車もないし、バスも多分ないと思うんだけどな。市内に降りてからひょいっと行きやすいわけではないですね。なのでツアー参加した方が効率は絶対いいでしょうけどね。お金持ちの人はタクシー使えばいいと思うんですけど、本当だったらここの9階のビュッフェレストランで、窓の向こう側に桜島が右手かな見えてるはずなんですけど、やっぱり見えないですね。こっちの市街地エリアが、建物がたくさん建ってるのが見えるぐらいで、これ下見るとバスがめっちゃたくさん並んでるわ。多分これが船会社が準備してるツアーに参加する用のバスだとは思うんですけどね。でも今日は雨だからちょっと参加者少なそう。参加は任意なんで、もうこれだったらもし外出るなら個人的にちょっとだけ駅前行ったりするぐらいにしようかなと思ってるんですけど、で目の前ね、これ大きな芝生の広場があって、ちょっとびっくりしたんですけどね、ステージみたいなのがあるから音楽フェスとか開催できそうな感じもしますし、これサッカー場一面ぐらいの広さがあるから、港にこんな場所があるとはびっくりしました。で芝生の手前のあそこタクシーめっちゃ並んでたわ。いや必要だよね。でも今日みたいな雨の日だったら自由に観光するには。じゃあ一回鹿児島に入国しようと思うんですけど、このコスタカードとパスポートを見せれば出られるみたいです。はい、日本に入国しました。旅が福岡からスタートして東京に行って、再びまた九州に帰ってくるっていうへんてこりんなルートではあるんですね、今回僕の場合は。で目の前、いやーやっぱりこれ改めて下からコスタクルーズ見たらめちゃくちゃでかいっすね。迫力満点、11階建ての建物で、たまに日本にいる時にも港に寄港しているクルーズ船を今こうやって自分が乗ってるっていうのはね、すごい不思議な感覚です。で外から見たらこれ位置関係が皆さんにも分かりやすいと思うんですけど、船の後ろ側ですね、こっちの方にビュッフェの9階にあるレストランとかプールがあるんですね。煙突のある後ろ側の方に。でほとんどの船がそういう構成みたいですね。後ろ側に大きなレストランが固まってるというかね。
でこっち左手側が劇場とかシアターとかスパとかも多分こっちの方にあるのかな、3階のエリアに今回はシアター劇場がありましたけどね。で真ん中あたりに多分吹き抜けのエリアがあるっていう構成になってるんだと思います。僕らが泊まってる客室はこっちの前の方の10階なんで多分一番上の方だと思うんですけどね。いや贅沢な船旅です。鹿児島でイミグレを通過するのはなんか不思議な感覚なんですけど、通過したらツアーに参加する場合はこれ案内があるんでまっすぐ行く感じだったんですね。でお土産とかも結構売ってますね。なんか今片付け始めてますね。もう今お昼頃になるんでこんな感じでターミナルに出店も出てますね。クルーズ船が来る日はこうやって出してんのかな、港に。外に出てきてターミナルの目の前、タクシーさっき見えていたやつがたくさん並んでます。朝から降りれたんですけどお昼になってもこうやってタクシーがあるんでいつ降りても乗れそうですね。でここ見ると鹿児島港に来るクルーズ船が書いてて結構頻繁にクルーズ船がここに来るんですね。 MSC ベリッシマとかクイーンエリザベス、ダイヤモンドプリンセス、こんなに飛行するとは知らなかったわ。でこっち見るとコスタセレーナが66回目ですよっていう風に書いてますね。本当だったら出港アトラクションとかもやる予定だったんですね、雨降ってなかったら。で本日の乗船客数が書いてて、これ見て分かる通りやっぱ韓国の方が本当に多いですね。日本人は少ない。で今回はメディア関係者がたくさん乗ってるんで本来だったらもっと少ないんだと思います、日本人は。いやーこんなにコスパがいいからみんな乗ればいいのに。鹿児島市内到着。目の前のここの通りの奥に鹿児島中央駅があって徒歩圏内で来ることができる有名な黒カツ亭、まだ実は僕食べたことないのでやってきました。そして頼んだのが黒カツ亭定食。サクサク揚げたてのカツがこんなにたくさんいただきます。ヒレとロースの両方を楽しむことができて、噛んだ瞬間に肉々しさがしっかり感じられる豚肉で、さすが鹿児島の黒豚、美味しかったですね。船の料理ちょっと飽きてきたなと思ってもクルーズ船であればこうやって寄港地のグルメを楽しむことができるっていうのもいいですね。とんかつ食って駅前に来て、せっかくなんで有名なかき氷食べに行こうと思います。鹿児島駅やっぱこれ何回か来たことあるけど大都会じゃないですか。左手にはアパレルブランドもいっぱい揃ってるし、買い物はここで全て済ませられそうだ。あそこの駅の下はゴールデンウィーク最終日だから盛り上がってますね。ビアフェスタやってます。白熊アイス発祥の店、初白熊いただきます。これがレギュラーサイズでかなりでかい。1人だと食べきれるかっていうくらいなんで、どうぞこいさんとシェアします。このちょっと練乳がめっちゃシャリシャリのかき氷に溶け込んでる感じがめっちゃうまいね。めっちゃ練乳染み込んでますね。めっちゃ美味しい。練乳好きにたまらない。結構かき氷は細かめにアイスに近いぐらいな感じがする。九州出身だけど意外とそんなに食べてないっていう、ね、大分出身だと逆にね、また鹿児島と違うしな、全然文化だね。確かに。はい、再び日本出国審査を終えました。出国スタンプ鹿児島とレアなものがちゃんと押されていますね。鹿児島観光を終えましたが、観光っていうかね、ちょっとグルメを楽しんだだけだったんですけど、雨だったから。でもね、やっぱりこうクルーズ船で非日常を味わいながら移動もできて、寝て起きたらこうやって次の目的地に到着してすぐに観光が始められるっていうのはクルーズ船の魅力ですよね。
今回は九州に住んでて鹿児島に着いたんでね、そんなに国内だと僕の場合はワクワク感がめちゃくちゃするってわけじゃないんですけど、これが海外だったらと思うと興奮してきますよね。ぜひ地中海とかエーゲ海とかそっちの方も行ってみたい、そう思わせてくれますね。さあ、そして鹿児島港を今出港しました。午後の5時になって目の前マリンポート鹿児島と大さらばでございます。ちょっと下のところで旗かな、手を振ってくれてる人たちがいますね。バイバーイ。いや、朝は結構豪雨でどうなることやと思ったんですけど、午後になるにつれて雨も穏やかになって、今は全然風も吹いてないから、出発の時はすごい快適ですね。このデッキのエリアも朝よりは視界良好になって、街中もはっきりと見え出し始めました。やっぱりでもこの船は出入港する時のこの高揚感がいいですよね。で、街のこっち側右手を見てみると、本当だったらここに桜島ズドンと見えてるはずなんですけど、雄大な火山の島が、ただやっぱり雨天だとてっぺんの方が真っ白で全然見えません。なんか普通のなだらかな陸みたいな感じに見えちゃってます。船の中に韓国人の人が乗ってるんですけどね、その人があれがボルケーノなんですかっていう風に聞いてくるぐらいだったんで、全然この感じでは分かんないですよね。でもやっぱこの辺は港なんで、目の前にまた違う船とかがこう走っていて、すごい風情がありますね。僕らコスタスレーナを見送るように真横一緒のスピードで走ってます。反対側の景色、こっち見るとさっきよりも結構たくさんのタンカーが停泊しているのがよく見えてますね。鹿児島の港も本州の最南端でそれなりの規模を誇るでしょうから、でもやっぱクルーズ船、今回は鹿児島港ですけどね、他の国でもこうやって知らない土地の港を上から見下ろすことができるっていうのはかなり迫力があるでしょうね。なんだかんだ僕ら人間は昔は飛行機なんて存在せずに船の移動が主流だったでしょうから、他の国に行くにはこういう景色を見るとなんだか落ち着くっていうのがあるんじゃないですかね。曇ってるとはいえ、ここのお尻の部分のこの波しぶきがめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。ラムネ色みたいに輝いています。で、こっち側が街の方面、いやさすがにもう見えないかな、何もうっすら見えてる程度で、こっち側に桜島ドーンしたかったんですけどね、残念。You can do it with one hand. Go, go! Okay. Add natin sa blue. Binibigyan ng pressure eh. よし、じゃあ鹿児島観光を終えてプールサイドで、今日はちょっとスライダーで雨天で遊べないから、ゆっくりお酒でも飲んでくつろぎましょう。よし、なんかプロセッコ、イタリアのワイン使ったカクテルっぽい。ワインにちょっと炭酸ソーダといい感じのフラワーの香りが香る感じかな。いやー、でもやっぱこれクルーズ船ほんと揺れないなね。もうびっくりだわ、めちゃくちゃ快適っすね。相変わらず雨降っててもそんな酔うほど揺れることは絶対ないですね。そうですね。今のところはね、なんかフェリーだとスピードがだいたい60キロから80キロぐらい確か出てた気がするんですよね、僕乗ってた時に。だからスピードが出るから揺れるのか分かんないですけど。クルーズ船って何キロぐらい出てるんですか？なんかどっかで聞いた話によると、ベリッシマだとだいたい400キロぐらいらしいです。400キロ？じゃ新幹線より速いですね。いや、違う、400キロじゃない、40キロ。違う、いや、40キロ間違いです。400キロやばいですよ。新幹線より速くない？新幹線より速い。多分もうブンブンブンみたいな、空飛んじゃうかもね。そう、スピードボートよりも速いから、もう多分みんなゲロゲロになると思う。間違いない。シートベルトつけないともうやばいことになっちゃう。いや、もうその桜島も一気に見えなくなっちゃう。確かに。やっぱフェリーよりも若干ゆっくりめだから、だから揺れにくいっていうのもあるのかもしれない。なるほどね。遅いから。そっかそっか。港出港してちょっと時間が経って、これ右手見たら雲がちょっとずつなくなってきてて、
これ雄大な山が見えてるんですけど、これ桜島かなっていうふうに思ったんですけど、桜島じゃないみたいです。桜島以外にもやっぱこうやって雄大な山がずらーっとそびえ立ってるんですね、この辺の地形は。これは日本らしい景観として見応えがとってもあるんじゃないですかね、海外の人たちからしても。この雲が山にかかってる感じがすごい神秘的ですよ。こっちの景観すごいな。なんか雲が水面に接してるぐらい低いところにあるけど、こんなんあんま見たことないぞ。なんか今日は夜仮装パーティーがあるみたいで、その仮面を今作りに来てるんですけどね、ドスコイさんが出来上がったって言って、これは何書いたんですかこれ。上にピザとイタリアとあとカメをね、こっちプリンちゃんね、ドスコイさんが飼ってるカメね。そうです。で、ピザに羽生やしました。お、いいじゃないですか。しかもイタリアカラー使ってちゃんとこのアイラインと亀の緑と全く意識しない。イタリアの国旗ですね。そうなんですね。知らなかった。知らなかった。素晴らしい。これで夜踊ります。はい。はい。そして完成したのがこれです。テーマは何ですかこれ。イタリアと亀と日本。イタリアと亀と日本。あ、だからピザも亀もね。上にいい感じのヘアスタイルが、ピンクと爽やかですね。みんなできた。いい感じ。はい、小林さん、いいのできましたか。できました。テーマはイタリア。イタリア、サッカーと亀と、あと上、ちょっとおでこ色見えてないけど、そう、イタリアのね国旗の色でね、いいのできましたね、小林さん。イタリアは亀関係ないですけどね。あれ関係ない。ちょっと卑弥呼っぽいですね。これがですね。そう。イタリアと日本の融合で。そうですね。で、お互い亀好き同士で。そうですね。今日は踊りましょう。踊りましょう。はい。はい、で今日の夜はメインダイニングで食べようと思います。もちろん1日目とは全然メニューがこんな感じで変わってますね。この辺とかめちゃくちゃ大迫力でシーバスって書いてるけど、魚の丸焼きみたいなやつもありますし、左下には昨日食べたけどラムチョップもありますね。今日のスターターはブッファラ、モッツァレラチーズが上に乗ってるのかな。で下にはサラダ。ブッファラモッツァレラ、すごいなこれ。肉まんとかシューマイぐらいのでかさがあるぞ。チーズとバジルとオリーブオイルとシャキシャキサラダ、うまいなこのブッファラチーズ。なんかしっかり噛み応えがあって、特に癖のないチーズだから食べやすいし、ミルキーで。はい、そして夜また乾杯です。いいね、飲み放題プラン。うまっ。いやー、3日目だけどそれでもまだまだ非日常感感じれるね。まだ今のところ飽きないですね。まだ飽きてないですね。やっぱり一回こうやって観光に出かけるとちょっといい意味で疲れるから、船にまた帰ってきてゆっくりできるっていうなんか感覚もすごいいいわ。確かに確かに。そうやっぱずっと船にいるとさすがに飽きるから、ちょっと外に出ることでまたこうもう一回船に乗れるワクワク感を感じれる感じが、この飛行地に寄るっていうのがやっぱいいと思う。どうですか過ごしてみて今のところ。今ここね、日本の近海で、ね、ほぼ日本みたいなところにいるのに、海外の気分じゃないですか。で外国人がほとんどで、日本人がむしろ珍しい、そう日本の近海なのに、だから日本人の人と仲良くなりやすいみたいな珍しい感じがして、そういうメリットはあるかな。確かに、やっぱなんか話しかけられますもんね。日本人だったら少ないからだとね。そうですね。そうじゃなくても結構みんなやっぱオープンな気分だから、お酒とか飲んだら結構仲良くなれたりするから。確かに。でやっぱクルーズ船乗ってる人って面白い人が多いから。確かに。なんかそういう出会いも結構楽しみ方の一つかも。そうですね。日本近海にいながら外国気分、それが一番のメリットというか、楽しさですね。間違いない。でしかもお酒飲み放題ではないにもできるんですね。次に出てきたのはチャジャンミョンっていう風に書いてるけど、韓国料理ですね。これは別に特別うまくもなくまずくもなくっていう感じですかね。細麺に中華風の味付けで、韓国料理なんで若干辛みがある。イタリアの船ですけど、こういうアジアン料理もたくさん食べられるのはいいですよね。でも音
音楽とともにいきなりスタッフさんが行進しだして何が始まるんだって思ったら、なんとレストラン会場がこんな感じで一気にコンサート会場のようになっちゃったんですよね。スタッフさんはこれダンスも踊ることもできてどんだけ多彩なんだっていう風に思いますけど、お食事中にこんな雰囲気になること、これもまた日本ではなかなか味わうことができない空気感なんですごい楽しいです。みんな一緒に盛り上がってここでもパーティーモードです。で、明日最終日のディナーはもっと盛り上がるんでお楽しみに。そして今日のメインは牛カルビの煮込みです。大きなお肉がどっさり乗ってます。お肉は美味しいか。まあシンプルな味わいですね。普通に肉を煮込んだものです。まあでもなんか毎日ビュッフェ食べてると似たような料理が出てきたりすることもありそうだけど、そんなことが全然ないのはいいね。毎日料理がちゃんと変わって、こんなあるんだみたいな。最後デザートラズベリークリームのチョコレートロールだっけ。これチョコレートロールって書いてるけどね、英語見ると全然チョコレートって表記ないんですよ。ヨーグルトムースストロベリーみたいな書いてますチョコレート入ってないじゃんと思ってヨーグルトムースストロベリー味、すごいな。でもこれ砂糖不使用なんだ。結構甘いのにちゃんと。いやー面白かったな今日のディナーも。なんかいきなりパーティー始まるしライブ始まったし、ああいうなんか楽しませようとするところがイタリアンな感じですよね。はい、じゃあ今から夜の昨日はこのイタリアンナイトってやつをドスコイさんと一緒に楽しんできたんですけど、今日はこのカーニバルパーティーってやつ、さっき作った仮面をみんな仮装してくるみたいなんで、どんな感じか楽しみだいてるぞ。バーに入っていくと仮装パーティーの前にこんな社交ダンスが行われていました。ドスコイさんもとっても綺麗なスタッフのお姉さんとダンスをしてご満悦です。で、この日の仮装パーティーは今回の船旅の中で一番盛り上がったパーティーなんじゃないですかね。見てわかる通り昨日とか一昨日よりもたくさんの人たちがここのバーの会場に来てダンスを楽しんでいます。ただね、僕らが一生懸命作った仮面なんですけど、これをみんな自作して仮装してダンスを楽しむもんじゃないのかなって思ってたんですけど、全然仮面つけてる人いないじゃんかっていうね。でもね、これ仮面つけて分かったのは、顔隠すと全くこう恥じらいが多分なくなると思うんで、普段ちょっとダンスとか恥ずかしいよっていう人はね、逆にこうやって仮面つけてはっちゃけてもいいと思いますよ。この目の前の人も昨日に比べたらダンスのキレが増してるでしょ。仮面の力はすごいね。いやー、ダンスを踊ったらめっちゃ汗かいて気持ちいいね。日頃のストレスが飛んでくよ。これはバナナコラーダ、また行きます。いやーもう最高。これは刺激だ。うますぎる。これ何回飲んでもウイスキーの香りがたまんないね。ドスコイさんもテンション爆上がりしておはようございます。翌朝になって今日が4日目になりますかね。昨日の夕方にここの九州鹿児島を出発して、夜は九州の西側を航行していって、朝になるとこれが韓国の下側にある小さな島チェジュ島ですね。で、昨日は天気が悪かったんですけど、今日は雲は空を見上げる限りない感じですかね。これからお昼にかけて晴れマークなんで、今日一日は船旅に適した天候で楽しむことができそうです。ただちょっと風が強いような感じはしますね。波も日本を走っていた時よりも少し高いような感じがしますけど、下を見ると勢いよく波しぶきが上がっているのが分かります。でも波はちょっと高いようには見えますけど、船はそんなに揺れてないんですよね。さすがクルーズ船。中央のプールのエリアでみんなエアロビクスみたいな体操をやってます。でもやっぱこれもちょっとラテン系というか
タリアンな雰囲気で楽しそうですね。プールサイドのデッキチェアでくつろいでる人もいて、本当に自由気ままに船内でみんな過ごしてます。今日はお昼にイタリアンいただく予定なんで、朝は少なめでいただきます。今日も海を眺めながら。昨日は夜遅くまで起きてたんで、朝が少し遅くなったんですけど、それでもこうやって朝食ビュッフェは会場が2つあるんで、それぞれ交代制で、こっち側は11時までやってくれてるんで、そこからまたランチが始まるっていうことで、基本的に一日中好きな時にどこかしらでご飯を食べれるっていうのはやっぱいいっすよね。ホテルとかだとやっぱ時間が結構決まってたりして、日本のホテルだと朝食が10時までとか結構早かったりしますし、その辺の自由度の高さのクルーズ船はいいですね。特に昨日みたいに観光して歩いて帰ってきてまたパーティーで楽しんでってなると、やっぱ飲み明かす人とかもいるでしょうしね。中央の吹き抜けのエリアでは、これはなんかショッピングができるエリアに様変わりしてますね。ブランド物のバッグとか時計とか香水とかが置かれてたり、左下のところにはワインが置かれてあって、ニュージーランド産のワインとかね、日本ではなかなか買えないものとかが置いてありました。こうやってやっぱ一日中何かしら楽しめるようになってるんですよね、どこのエリアも。10キロ重くしました。ああ、10回無理。結構やばい。しんどいしんどいしんどい。結構しんどいです。一気にしんどくなる。全然余裕じゃない。初めてのベンチプレス。そしてお昼になりました。今日はいい感じで晴れてはいるんですけど、風がそこそこやっぱり海の結構真ん中の方に来たからか強いため、あそこのスライダーはオープンしてなかったですね。一番上上層階のデッキに行くとめちゃくちゃ風が強かったです。でもちょっとこうやって2段ぐらい降りるだけでそんなに風はなく、普通に歩くことができますね。日本の領海を走ってる時はうっすらと島が見えたりはしたんですけど、この辺は全然島見えないですね。でこれからお楽しみのイタリアンのランチをいただきます。イタリアンレストランのカサノバ最上階の11階でミシュラン3つ星を獲得したシェフ監修の本格イタリアン、どんなお料理がいただけるのか楽しみ。でメニューは QR で読み込んで押してみると、ここは39ドルのコース料理になっているんですね。前菜が3種類から選ぶことができて、スープは2種類、パスタが3種類ですね、これも。でメインは5種類から選ぶことができます。ロブスターとかね、ビーフステーキとか良さげなものがあります。で最後デザートも選べますと。はい、じゃあ最終日のランチはちょっと贅沢します。乾杯。今日はね、実はゴールデンウィーク明けなんですよね。5月の7日ですよね、本来だったんで、今日からまた仕事かっていう風になってると思うんですけどね、ごめんなさい。すいません。とは言ってもね、僕らもこれ仕事で来てるんで、はい、お許しください。そしてまず前菜はカプレーゼサラダ頼んでみました。すごいな、これ見た目が芸術品ですよ。さすがミシュランのシェフが関わってるだけあって、この辺の盛り付けもこだわっているんですね。でドスコイさんはタコのカルパッチョですね。豪華にエビとかホタテとか、あとはムール貝も美味しい海鮮がたくさん上に乗ってます。中のチーズはこれ昨日か一昨日食べたなんだっけ、丸いチーズのやつ、そのチーズですね。ちょっとこう表面が弾力あるけど癖のないチーズの味わい、
オレンジのソースはこれ何なんだろうな、人参キャロットソースか何かかな。ほんのり甘みと酸味がある感じで、周りは多分バジルとかパセリとかそういった風味ですね。これは見た目でも楽しませてくれるお料理ですね、やっぱ。で次のスープはフレンチオニオンスープ。ちょっとバゲットも添えられていますね。玉ねぎの甘みがしっかり出たスープになってますね。ちょっとこう酸味もあります。で若干こう茶色っぽい色合いになってるから、お肉のエキスとかももしかしたら入ってるのかもしれないですね。ビーフの風味というか。次はマッシュルームのリゾット、トリュフも散りばめられてるみたいなことを書いていましたね。うまそう。器もすごい特徴的ですけど、ドスコイさんはパスタを選びました。これもエビが丸ごと贅沢になってます。ポルチーニだけのリゾットですね。なんか高級なレストランに行ったらよく聞くやつですね。うまいっすね。これはポルチーニだけの風味とコリコリ食感とオリーブオイルとパセリとチーズとかがおそらくまぶされてると思うんですけどね、間違いのない組み合わせで、それぞれの風味が強すぎず強調しすぎずバランスのいい味に仕上げられてますね。でトリュフソースのクリームだからね、やっぱトリュフの風味が香るだけですごい上品なお料理で、この雰囲気にマッチしたお料理と言えますね。そしてメインディッシュはグリルビーフステーキ。これめちゃくちゃサイズでかいです。僕の手の大きさより長い、でかいんじゃないですかね。こんな豪快に出てくるとは思わなかったからびっくり。でドースコイさんはロブスターです。半端ないですねこれ。ロブスターの大きさがもうね、ドースコイさんの顔と同じぐらいのサイズ感です。はい、人間の顔よりでかいんじゃないかっていう、これはたまんないですね。焼き加減はミディアムで、贅沢なステーキだこれは。味付けはバジルとオリーブオイルと多分ガーリックとかそういった味わいで、比較的シンプルな味付けだとは思うんですけどね、お肉の味を邪魔しない感じで、赤身がぎっしり詰まっていて肉々しい風味が口に広がってきます。噛み締めることに。いやでもやっぱこんな豪快なステーキが出てくるあたりが、やっぱりこう外国人がたくさん乗っているクルーズ船っていう感じですよね。日本のレストランだとなかなかこれだけ規模の大きいステーキであったりロブスターって出てこない気がするんで、いやこれはお肉にアピールが進むぞ。いやーマジで最高。最後デザートはまたケーキですね。これマラクジャっていう風に書いてますね。ダークチョコレートムースがメインかな。これ形的にはおとついだっけ食べたステーキハウスと同じような感じですね。あ、ダークチョコレートだから甘さ控えめでいい感じだなこれ。ビターな香りが。パッションフルーツとかイエローフルーツゼリーがあるから若干酸味もして、それがいいアクセントになってますね。美味しかったですね。イタリアンもコース料理で39ドル、多分これ夜も一緒だと思うんですけどね、確実じゃないですけど。なんで本当前回のステーキハウスと一緒で、クルーズ船って高いイメージあるけど、そこまでコース料理でも高くないので、もちろんね僕の動画だとこう日本のいいホテルとか宿の美味しいお料理たくさん食べてるんで、それと比べるとじゃあめちゃくちゃびっくりする味があるかって言われるとそんなことはないんですけど、コスパを考えるとビュッフェよりは明らかに味の品質がいいので、ずっとビュッフェで飽きてきたなって思ったらこのイタリアンとかステーキハウスに来て、ちょっと優雅にこの海の景色を眺めながら優雅なランチディナータイムっていうのも船旅中はぜひしたいですね。満足度が絶対上がります。なんといってもこの雰囲気が最高なんで、お料理が2倍にも3倍にも美味しく感じてきますよ。はい、でそして今回コスタセレーナに乗ったら同じ YouTube 仲間の YKK さんが乗ってました。ありがとうございます。みんなで乾杯。仲間に入れてもらえてめっちゃ嬉しいです。こちらこそ。輪に入りたかったんで。いや YKK さんは僕今回初めてクルーズ船乗ったんですけど、はい、YouTube 拝見させてもらったらすごい再生回数のクルーズ船の動画もあって、今着てるんですけど、この T シャツアイコー・オブ・ザ・シーズっていう船に2月に乗りまして、これが世界最大の船です。ロイヤルカリビアンが出した。それに乗ったら話題性もあったっていうのもあって動画が好評です。あれすごかったですよね。なんかもうサムネのアミューズメントパークみたいな。もうね、あれはもう誰が作っても伸びます。あの動画は。いや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 、もう船がすごいから。いやいや。
でもね YKK さんの動画もすごい作り込まれてて丁寧に情報も網羅してるし、で YKK さんの個性も出てるし、嬉しい、めっちゃ見てくれてる。いやだからもし、僕まだコスタスレーナしか出してないんで、その船とか他、今はロイヤルカリビアンを3隻乗ったんですよ。であと北極クルーズってのにオーロラが見れるやつ乗って、これが5隻目です。 YouTube 全部出てるんですか？出てます。なんで気になる人はぜひチェックしてください。僕もこれねちょっとクルーズ船楽しいなって思ったんで、もしかしたら乗るかもしれません。いや良かったですよ。でも初めてのクルーズがコスタセレーナで。YKK さん的にはどういう船ですか？どういう人に勧めたいとか何かありますか？コスタセレーナはやっぱ今までクルーズ旅乗ったことない人におすすめしたいなと思って、どうしても他の大型客船に乗ったことある人がこれに乗るとちょっとね物足りなさを感じると思うんですよ。古さとか、あとカジュアルだし、そうですね、リーズナブルだしそうアクティビティも少ないじゃないですか。シアターは毎晩あるんですけど、ショーがあって、あとダンスフロアでダンスとかはあるんですけど、それぐらいですよね。じゃあもっとすごいんですね、他は。例えば他の船だとスケートリンクがあったりとか、あともっと運動場が大きかったりとか。あんまりだからやることはないなって正直思っちゃったんで、初めての方向けかなって思いました。でも僕らみたいに初めてだったらね、これだけでも船の中でこんな設備あるんだみたいなね、感動があったから、まさに初めてでよかったって感じ。だって規模大きいですからね、11万トンですからね。そうですよね。大きいですよ。やっぱ日本発着でこれだけの規模っていうのは珍しいんで、初めて乗ると結構感動すると思う。装飾もなんか面白いし。なるほど。特徴的ですよね。いろんな色使ってね。ハイセンスですよね。確かに確かに。バレンシアガみたいな感じ。あんま見ない感じですよね。ハイセンスな人しか理解できないみたいな。いやーなるほど。そうね、日本発着が少ないんで、例えば私のチャンネルはロイヤルカリビアン好きが増えちゃったんですけど、じゃあロイヤルカリビアン乗りたいってなると海外出港なんですよ。海外発なんですよ。海外発着。だからなかなか行ける人少ないんで、日本出発で乗りたいなっていう人はコスタセレーナいいんじゃないかなって思う。とかベリッシマとかがありますもんね。そうですね。コスタかベリッシマかが大きい船かなっていう。じゃあ次は一緒にベリッシマですね。乗りたい。見ている船会社の方、案件お待ちしておりますんで。何卒。残りあと半日ですけど、明日寂しいです。韓国に着いちゃいますね。寂しいですよね、どうすかさんね。寂しい。実家感出てきたから。実家感。引っ越しする前みたいな気持ちになって。なんかちょっと出たい気持ちもあるけど、名残惜しい的な感じですね。3日ぐらいなって、3日目からちょっと思い始めた。そうなんですよね。下船のタイミングっていつもなんかセンチメンタルになるんですよね。終わっちゃうな旅がみたいな。不思議ですよね。下船の時ちょっと寂しいんですよ。現実に引き戻される感じがね。確かに。私結構クルーズ旅の好きなのが、こういう今大海原のど真ん中、何も遮るものがない水平線だけ、これが好きなんですよ。でも確かになんか島がポツポツ見えるのもそれはそれで見応えあるけど、何もないっていうのが日常で絶対ほぼありえないから、船でしか見れないですよ。そうわかります。いつもねそれは感動します。間違いない。サンセットとサンライズも綺麗ですしね。水平線だと見れてないですけど。今回見れなかった。今回ちょっと天候があれだった。天気がね、絶対綺麗なんで。次はそれみたい。いや地中海とかサッカー好きやから。間違いないです。ヨーロッパクルーズ楽しいと思う。めちゃくちゃ行きたいです。ヨーロッパは僕スペインが一番好きなんですけど、好きすぎてイタリアに行こうとスペインに3回ぐらい行ってるんですよ。イタリアにまで行こうとして、でイタリアまで行けてなくて、でまさにイタリアって絶対クルーズ船ありますよね。はい、あります。これもイタリア船ですし、イタリア発着多いですね。だから行きたいなって思ってますね。イタリア、スペイン、ギリシャ、トルコみたいなルートありますよ。いや絶対楽しいです。最高ですよ。絶対楽しいです。夢ですね。ドスコさん行きましょうか。行きましょう。でそういえば、ちょっと気になることがあって、調べきれてないことでチップみんな気になると思うんですけど、あれっていつのなんかまだ今払ってないんですけど、いつのタイミングで払うんですかね。船内チップは下船直前に集計されて、自動的にこのコスタカードに課金されます。へえ、このクレジットカード登録したやつですね。そうです。これに勝手に自分で料金設定とかしないんですか？しなくていいです。で1日あたりのチップ額が決まってて、この船だと5日間で大人48ドルなんですけど、それがここに自動的に
課金されます。そう加算なんですね。されます。それ楽っすね。そうなんですよ。自分でやる必要がない。その場で一回一回レストランとかで払わなくて。そうです。あと、湾岸税、港湾消費用っていうのが16,310円。税金ですね。なんか空港税みたいなやつね。だからそうですね。乗船代以外の諸費用、チップとか湾岸税とかは全部ここに自動集計されるので。じゃあ今回だと$200弱ぐらいか、全部でチップと税金で。あと Wi-Fi 買ってたら Wi-Fi 代とか。だからね、自分でする必要はないですね。ただたまにヒューマンエラーで間違えて計算されてたりするので、それは下船前に自分で確認してリセプションに言わないと下船後は修正できないんですよ。なるほど。それはお気をつけください。なるほど。いや、ありがとうございます。チップはね、初めてだったからやっぱよくある質問なんで。ですか。よかった。私調べといてよかった。すぐ答えれた。参考にしてください。ということで、はい、お邪魔しました。YKK さんとの出会いに乾杯。乾杯です。しげさん見てる？しげさんとコラボしてますからね。もうすぐ夕食の時間7時になるんですけど、朝起きた時はチェジュ島あたり、この辺ですね、いたんですが、もうこっちの本土の沿岸部分を走行中っていう感じですね。こっちの上のあたりが到着地だとは思うんですけどね、明日の朝到着で目の前に韓国島が見えるかなっていうふうに思ったんですけど、まあちょっと雲がこの時間帯広がっているから視界はあまり良好じゃないため見えていませんかね。ポツンポツンとなんかちっちゃな島は見えているような感じはしますね。いやでもこの目的地に近づいていく高揚感がいいですね。やっぱクルーズ船。で最終日はなんかガラディナーっていう風に書いてて、皆さんがフォーマルな格好をしてるんですよね。ドレスアップが必要な日みたいなのがあるみたいなので、なんか酒が出てきました。いや酒だ。しっかり日本酒や。まさかクルーズ船の上で日本酒を飲めるとは思わなかった。最終日のディナーも美味しくいただきました。この生ハムとブッファラチーズとメロンの組み合わせ最高で、トマトベースのパスタの上にはニュージーランドのグリーンマッスルが乗ってて贅沢でした。で昨日に引き続きレストランで更新が始まったんですけど、昨日は確かスタッフさんがメインで更新してたんですけど、今日はもうほとんどのお客さんがここのメインダイニングにいるということで、みんな巻き込んで一緒に音楽に合わせてこうやって更新を楽しんでます。これめちゃくちゃ雰囲気良くないですか。僕は YouTube だとホテルステイの動画が多いとは思うんですけど、当然ホテルのディナーではね、こんなみんなで一緒に楽しく踊ろうよみたいな機会はないので、この心の底からエンタメを楽しめるこの陽気な雰囲気がクルーズ船ならではの魅力ですね。イタリア船だからっていうのもあるのかな、陽気な雰囲気は。でもちろん今日も音楽とともにスタッフさんたちのキレキレダンスで盛り上がります。昨日もすごい楽しかったんですけど、やっぱり人数が増えてみんなで盛り上がると2倍も3倍も楽しい雰囲気になってきますね。クルーズ船ってちょっとお高いイメージ、もしくは敷居が高いものっていう風に僕自身も思っていましたけど、これを見たらね、本当に気軽に誰でもカジュアルクルーズっていうこともあって陽気な気分で参加できると思うんで、最終日ということでね、はっきりと言いますけど、本当にクルーズ船に今回乗って良かったと思います。もう見てもらったらわかると思うんですけど、普通に生活してて、もしくは普通の旅行スタイルだとなかなか体験できないことをたくさん味わえてるんで、もう楽しくてしょうがない。そして最終日も夕食後は劇場シアターでショーの鑑賞です。なんか最終日はストーリー性のあるショーのように見えましたけど、エレガントでダイナミックなショーにこれまた釘付けになります。
これだけ迫力あるショーだったら1階の最前列とかを早めに行って覚悟した方が楽しめると思うんでね、皆さんにはそれをお勧めします。こういう劇場でのショーもね、街中で普通に見に行ったら、例えばニューヨークのブロードウェイとか結構な金額を取られると思うんですけど、クルーズ船だったらこのショーも全てインクルーシブっていうね、普段の生活だったら体験し得ないことをクルーズ船で体験できて、また人生の新たな楽しみを見つけられるきっかけとかにも絶対なると思いますね、これは。この10階にあるピザ屋さんに来てみました。メニューが、ここはまあ基本的にはピザを単品で頼むって感じですね。クラシックピザにテイスティピザ、スペシャルピザ、グルメピザ、私たちのモッツァレラとかも書いてますね。デザートが、まあ別であるっていう感じですね。まあなんか聞く話によると、ここのピザまあまあ美味しいっていう風に聞いたんで楽しみですね。で、夜の12時までやってるっていうことで軽食でも食べられます。夕方5時から。そして頼んだのがプロシュートクルード、さっき生ハム食べたんですけどね、好きだから OK。 なんか表面周りがもちもちでうまそう。はい、いただきます。なんか僕みたいになってる。やばいやばい。生ハムの味しかしない。ああ、まあまあまあ。今生ハム食っただけだ。確かに確かに。生地を食べなきゃね。でもやっぱここの側面がすごいもちもちで食感がいいですね。生地がすげえいい感じ。まあ具材も生ハムたっぷりで、日本でね生ハムって高いからなかなか食べれないから、これで10ドルぐらいだっけで、結構分量も多いからいい感じ。ピザうまいですね。生地がいい。ナポリピッツァがなんとかとかありますよね。ナポリピッツァが生地がなんか周りがもちもちで、そうじゃないやつがもちもちじゃなくてちょっと薄めのサクサクなんですよね、多分。だからもうこれもちもちだからちょっとナポリっぽいのかな。イタリア戦だからピッツァはうまいですね。すごい肉々しいピッツァを頼んだんですけど、一緒に乗ってた女性のインフルエンサーはこの映えるピッツァを頼んでました。さすがですね。ブッファラチーズルッコラサラダなんちゃらってやつ、これもうまそう。ピザを食べて吹き抜けホールのところに来たら、今度はまたここでみんなが音楽とともにダンスを楽しんでます。最終日の夜はやっぱりみんなハイになりますね。はい、そして次の日の朝になりました。今7時半頃で、起きたらもう韓国に到着していました。韓国のここがデサン港という大山と書いてデサンって読むらしいんですけどね、韓国の真ん中左手少し上あたりにあるエリアになってますね。ソウルまではバスで3時間ぐらいになるのかな。見てわかる通り目の前右手にかけてたくさんの工場があるんで、工業地帯なのかな、ここは。クルーズ船はこうやって日本から出発して必ず海外に寄港する必要があるということで、到着地が海外っていうのもまたテンションが上がってきますよね。やっぱり日本の港に到着するときとは心のワクワク感が全然違いますよ。こっち側が反対の景色、海の景色が一面に広がっていて、小さな島々もポツポツと見えています。船の中で食べて飲んで踊って、そして寝て、朝起きたらまた寄港地での観光を楽しむということができる、この時間を有効活用しながらも非日常感を堪能できるというクルーズ船の魅力に僕もハマっていきそうですね。いや本当に心の底から、今度は地中海クルーズやカリブ海クルーズなど海外のクルーズ船もぜひとも乗りたいなっていう風に思いますね。間違いなくよりクルーズ船の醍醐味を感じられそう。それだったらはい、リ
今8時ぐらいで、8時から9時の間に下船っていう日程だったんですけど、まだ降りてくださいみたいなアナウンスはなくって、ご飯を朝食ゆっくり食べている人もいるんで、日本でカーフェリーとか乗ったらもう下船の時間になったら一気にガーって降りなきゃいけないみたいな雰囲気になるんですけど、そんな雰囲気ではないですね。みんなゆっくりご飯を食べて、食べ終わったら降りようかなみたいなまったり感を感じてます。なんで僕らもちょっとゆっくり朝食を食べてから下船しようと思います。いやーでも4泊5日だったら結構あっという間に過ぎましたね。今回はクルーズ船が初めてだったっていうこともあって、こういろんな施設、プールはもちろんですけど、ショーとかたくさんのバーがあったり、飲食の施設があったりで、イベントも様々開催されてたんで、あとは鹿児島での観光とか飽きることなくクルーズ旅を楽しむことができましたね。あとはイタリア船っていうこともあって、こう夜のみんなで集まって音楽に乗って踊る感じとかがね、結構特徴的だったらしいです。僕らもね、日本でこうどっかに滞在してこれだけ音楽と踊りを楽しむってことは人生で多分なかったと思うんで、日本人はね特にああいうの恥ずかしがってやらない人が多いと思うんですけど、やっぱりみんながそういう空気感作ってくれるからね、なんかちょっとこう人生で大切なことを大げさに言うと教えてもらったかなって、純粋に心から楽しむっていうことはね、全てを忘れてそういう瞬間も味わえたんで、本当に乗ってよかったなって思いますね。でも本当何回も他の船とかに乗ってる人に聞いたところによると、この船はコスパ重視で乗客が楽しむ施設っていうのは比較的少なめっていう風に聞いたんで、ぜひね他の船、日本だとベリッシマとかになるのかな、ロイヤルカリビアンとか、本当に僕らが知らない星の数ほどクルーズ船はあると思うんで、その辺に乗って違いを楽しむとよりクルーズ船の旅を楽しむことができるっていう風に言われたので、あとはそれぞれどの辺りを旅行したりとか好みがあると思うんでね、自分の好みに応じてクルーズ旅楽しみたいですね。特に僕だったら地中海だったらまだイタリアとか行ったことないんで、イタリアの港に寄港して観光を楽しみながら、クルーズ船だったら、安心して観光スポットを連れて行ってくれると思いますし、より旅を二重に楽しむことができるんではないでしょうかね。カリブ海とかもちょっと気になってます。やっぱ乗る前はね、クルーズ船ってそんな何日も船の中で退屈しないのかなっていう風に心配はしてたんですけど、そんなことはなかったですね。やっぱり実際に乗ってみないとこの楽しさはわからないのかなっていう風に思いますんで、皆さんもぜひ乗ってみてください。コスタクルーズは本当にコスパのいい船だと思うので、初心者の人には特におすすめできるかなと思ってます。